子供ペンギン、ピピの夢物語。ある日、子供ペンギンのピピと友達は森で遊んでいました。お日様が木の間から差し込み、森はとっても綺麗でした。ピピたちはかくれんぼをしたり、草の中を走ったり、楽しくて笑ってばかりでした。森の中で大きくて賢そうなフクロウに出会いました。フクロウは優しい目でピピたちを見ていました。ピピたちはその大きなフクロウの羽にびっくりしました。ピピはフクロウを見上げて、僕たちもフクロウさんみたいな大きな羽があったらいいな、と言いました。フクロウはにっこり笑いました。フクロウが優しく笑いながら羽を広げると、空からキラキラの光が降ってきました。その光がピピたちに当たると、なんと、子供ペンギンたちに大きな羽が生えてきました。ピピたちはびっくりしました。でも、とっても嬉しかったです。ピピたちは大喜びで、フクロウと一緒に空を飛び回りました。風を感じながら、新しい羽で自由に空を飛びました。その後、ピピはお家に帰り、お母さんが作ってくれた美味しいご飯を、家族、みんなで食べました。みんなニコニコして、今日の楽しかったことを話しました。でも、実はこれまでのことは夢だったんです。お父さんとお母さんの間で寝ているピピは、その楽しい夢を見ながらニコニコして眠っていました。次の日、ピピは小さな羽をバタバタさせて、氷の上で飛ぶ練習をしています。目を輝かせ、一生懸命に空を見上げている姿がとても可愛らしいです。すると、近くにいた鶏が優しくピピに話しかけます。ピピ、僕たちは鳥だけど、飛ぶことはできないんだよ、と言いながら、心配そうに見守ります。家に帰ったピピは、寂しそうな顔をしてお父さんに相談します。お父さんは優しくピピを抱きしめ、話を聞いています。お父さんはお母さんと相談します。お母さんは何かを思いついたように目を輝かせ、そうだわ、と言います。お母さんはみんなを庭に呼び、大きなシャボン玉を作るマシンを見せます。みんなはワクワクしてお母さんを見ています。お母さんは次々と大きなシャボン玉を作り始めます。ピピと友達は大喜びです。そして、みんなは大きなシャボン玉に囲まれ、空高く舞い上がります。みんなの笑顔が空に広がります。空高く飛びながら、ピピたちは美しい鳥やカラフルな虹、ふわふわの雲を見ます。それは夢のようで、みんなの心に素敵な思い出ができました。ある日、海の幼稚園で教室にいるピピは、前に大きなシャボン玉で空を飛んだことを思い出していました。ピピはその時のことを思い出して、ニコニコしています。休み時間に、ピピは友達のカクレクマノミと人手に空を飛んだお話をしました。周りにはカラフルな草や砂の山があって、みんな楽しく遊んでいます。ピピはワクワクしながら、空を飛んだ時のことを話しました。友達はワクワクして聞いていました。友達はピピの話を聞いて、目を輝かせながら、私も空に行ってみたい。僕も、と言いました。
みんなの夢はどんどん膨らみます。でも、ペンギンは海にもいられるし、陸にもいられるけど、魚は海にしかいられません。ピピは友達と空に行くためにはどうしたらいいのか、悩みました。ピピは考えて、あることを思いつきました。みんなは幼稚園の優しい白イルカの先生に相談しました。ピピたちは空に行きたい夢を話しました。先生はニコニコしながら、もちろん、と言いました。ピピたちは大喜びしました。先生は口から大きな輪っかを吹きました。輪っかはキラキラしています。みんなは泡の輪っかに囲まれました。泡の中は暖かくて、優しい光がいっぱいです。みんなは泡に乗って、海の中を旅しました。不思議な海の生物や綺麗なサンゴ礁を見て、楽しい時間を過ごしました。こうして、ピピの物語は、仲間と一緒に新しい冒険へと続いていきました。最後までお話を聞いてくれて、ありがとうございました。みんなの笑顔がとっても励みになります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。